しいですね。変わらずうまい。豚と鶏ですね。魚介系のスープを合わせて最後に仕上げる。丼用と、あと油そばが全部刻みなんで油そば用です。1日忙しいと15キロから20キロぐらい。サラリーマンが多いですね。お一人さんが結構多いです。夜になると学生さんとか若い団体さんとかも増えるんですけど、厚く切っても食感硬くならないように最初に炊いちゃうんですけど、まあまあ柔らかめに炊いて、で出す直前でもう一回切って焼いて。これが完成品の煮詰めてない状態のスープ。
けです。はい。はい、お世話お願いします。こちらつけ中2セットで唐揚げお待ちください。はいよ。はい、失礼します。つけ中と温玉です。じゃあつけ代プラス100円です。ありがとうございます。油とチャードンです。こちらつけ並です。卵丼です。はい、すいません。結構きますよ。今日美味しいですね。お願いします。失礼します。油ときやぶのチーズの方。はい。食べるか。これは。油中きやみ丼です。変わらずうまい。味が濃い。うわ、チャーシューが好きなの。ああ、なるほど。お願いします。大丈夫簡単どうぞ。
冷めたらごめんなさい。今日でも全然少ない方ですよ。チャーシュー用の豚の。はい、そうです。下の冷蔵庫入ってるんですよ。
はロックしたよ。さまざまな事情を考慮し、本人の意思を尊重することといたしました。OK。今開けたけど。スープ用です。これはね、丸骨6にバラ骨4ぐらいやる割合的に言うたらね、丸骨ばっかり使ったらちょっとあんまりにも濃くなるっていうか。はい、たまちゃん危ない。一番いい。大根がね、後山も気持ち悪いね。1年で一番暇な時期ですよ今。あ、そうなんです。夏の方が忙しいんですか。8月一番忙しいです。うちほら冷たいもん一切やってないんだけど、冷たいもんやってますよ。ビールと飲み物ぐらいなんだけど、去年も8月売り上げ一番だったんじゃないかな。欲のない時に手っ取り早くこういう栄養価の高いものを食べるいうことになるとラーメンが一番でしょ。どこのラーメン屋さんもそうかもしれんけど、隠し味にほとんどニンニクみたいなのも入ってるから、ニンニクっていうのは食欲を増してくれるし。その話忘れとる時に入れましょうか。これで焼き豚薄口と濃い口のブレンドペッパー。丸高屋さんで修行されたんですよね。そう3年弱修行してるからね、もう38年から9年35でやって丸々35年。長いような短い。初めやった時に親父がもうカンカンになってこってね、アホかよって。35ぐらいやとほら貯蓄もなんもないしさ、銀行から金借りるにしてでもさ、また数千万借りんねやかんわけ。やっぱバックに一人誰かおってもらわんと、親父のとこ行って頭下げて。いよいよ出発の時、そこにこれがほらラーメンの中に入れる油。これ作るのにね、工程から最後の仕上げまで行くと5時間ぐらいかかるから。だからそれがね、これ2つ分ぐらい全部下分して全部してる。
しいけど、ここはまだいいか。これで2日分。よっ。よいしょ。1時間ほど様子見て、1時間半できればいいね。はい、どうぞ。サラリーマン時代に先輩に連れて行かれたのが丸高屋。あの時衝撃受けて、なんでこんなうまいんやって。でそこからずっとサラリーマンやってて、北日本新聞にさ丸高屋の募集出た時に一生懸命辞表書いてね。それ持って会社行ってその足で丸高屋へ面接に。店名も丸高屋さんから取ったっていう形ですか。加盟店の映画に丸高屋はやれないと、数店こういうのとこういうのありますけど丸中屋でいかがですかって言ったらそれでいいよって言われたから丸中屋です。こう煮詰めるごとに水分飛ばされることによって油だけになるからそれがちょうどいい具合に上がるんですもう山盛り入れてくれいう人もいるトッピングはみんなうちただやからこれも含めてうちのラーメンだからここでだいぶ浮いてきたからもうそろそろラーメンはこういう油かすも全部含めて化学調味料一切入ってないからいやーちょっともたくさんって言うかはいはい。はい、失礼します。はいはい。気をつけて帰られる。はいはい。
そうそう、あんたに切り替えてからなんから、もう2年後はさ、お互い、で、あったよ、特別教師の人がいて、これあれヤムだ。毎朝食べられるんですか、ラーメンは。修行に行ったその日から38年毎日。寒いです。一瞬で別世界へ始めるなら今。ジョリーパスタ is オイスター。フリットパスタにフリットで固めで。はい、いらっしゃい。最高だね。おいだね。チャーシュー大盛り。両方で。はい、すみませんね。はい、あ、危ないです。両方で油多め。すごいアクション。あ、買った。テーブルに？あ、テーブルにはまだです。さっきに。これおすすめ。すぐなくなる。だから早く来た。はいか、熱いねが。熱いですね。熱いわ。油だけ多め。油だけ全部多め。はい、分かった。で、ネギ多め。ネギ多め。はい。チャーシュー。はい。チャーシュー。量だ。チャーシューなんだ。はいよ。はいよ。これ。うまい。まるで俺作ったみたいな言い方しよう。これチャーシューすげえ。これにライスつけてじゃあ。チャーシューです。月一は絶対行きます。ここのラーメン屋は濃いめ、固め、油多め。昔からの味でうまい。ありがとうございます。どうも。はい。
はい、固めの大盛りです。いろいろあれしとったらここにたどり着いた。麺が昔から使ってる麺でしょうがあれだったんで気に入ってそれからよく入ってます。はい、1番3つ。はい、出してね。はい、1番。はい、いらっしゃい。カウンターどうぞ。横の固めも出るし、3番の2つも出る。はい、了解。ごめんなさい。いえいえ、何をしたの。はい、はい。次は6番さん。熱いですよ。はい。もうちょっと焦がして。はい。はい。ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、すいません。美味しい。自分が小学生ぐらいから聞いたから、そう30年ぐらいで思った。スープが私は大好きかな。たくさん飲んじゃうくらいに。ラーメン好きなもん。あと1番入ってるよ。何年ぐらいお店入っていますか？もう20歳にはもうここにおったから結構長いですね。もう20年ぐらい経ちます。それとも次4番。4番出て、固め使って。いらっしゃいませ。大丈夫。ラーメンで。夏コメの方。親父も年だし、じゃあ俺やるか言う、で俺と弟と2人でやるわみたいな感じ。
まさか長男が包むなんて言うてくれる思うとらんもんでさ。親父さんからしたら安心なんじゃないですか。正直言うてね、俺もね、親父の後継がんだ方やから、でサラリーマンやってしまうんだから、だからあんまり子供にはそういう継ぐとか継がんとかっていう話はあんまりしたくなかったんでね、どっかそこら辺に座ってればいい、飾りみたいにさ。それで昔からのお客さん来たら俺が相手すればいい。でもね、こうやって店やっとるとね、いろいろな物語がお客さんが繰り広げてくれるから、本当に面白いよ。スープは大体前の晩に取るんで、これから今日の夜に使うやつを。何代目になるんですか？祖父が小料理屋かなんかやってたらしいんですけど、その後、父が中華料理の修行をして中華料理屋にしたって聞きましたよ。私にとって義理の父なんですけど、中華料理屋になってからは私の2代目になった。肌についた白身はスープの汚れを取る。うち卵はやっぱたくさん使う。丸鶏の豚の細切り肉ですね。静岡出身で、なんかきっかけがあったんですか？向こうで今の嫁と会ったんで、結婚する時どうしようかいう話になって、
結局私はこっち来たんですよ。それ何年ぐらい前？かれこれ25年ほど前ですよ。うちの実家が農業だったもんですから、それでずっと農業のことやってたんですよ。それまで飲食は？いや、全く。麺類って結構出ます？昼の定食で麺とセットになってるんですけど、それは召し上がられますけど、どっちかっていうとご飯物の方が多いですよ。一番人気は？やっぱ今カツ丼が一番多いんですよね。まあ、カツ丼お昼はちょっと若干安くなってるんですよ。定食のカツ丼食べていただくと、まあ、お味噌汁とあと杏仁豆腐おしんこがついて、あとコーヒーもついて。これは定食のコーヒーの準備？そうですよ。ランチ召し上がった後にコーヒーが3フェスなって、大きいのじゃなくて小さいの。カツ丼3つ、レバニラ定食3つと単品のレバニラが1つ、豆腐定食と麻婆豆腐の単品。豆腐定食すごく2つに。酢豚とおこげ。酢豚は1つやろ。
揚げるのも2回に揚げる。とりあえずはい。はい、どういうね。はい。こっちは頼む。はい、ありがとう。あれ？レバニラ定食です。ちょっとボリュームありますね。これは麻婆丼とラーメンのセットです。うん。丼は全部セットになってます。はい、天津飯とラーメンセットご用意しますか。麻婆豆腐定食。麻婆豆腐定食、はい。天津飯セットと豆腐定食。
カツ丼で最初見てきて、そこから何回か来とったんですけど、最近は来れてなくて久しぶりに来た感じです。一番のおすすめメニュー、カツ丼ですね。私もカツ丼でも今日初めてカツ丼以外のものを食べた感じ。美味しかったです。美味しかったですボリューミーでランチの方がなんかお得感が今日初めてなんですけど、すごく美味しいです。なんかきっかけがあったんですか？上司に美味しいって言われたんで一緒に来たんですけど、高岡に来た時はたまに来ます。あ、そうなんですか。はい。いつも何注文されます？私は酢豚定食か、カニ玉定食、後輩初めてのカツ丼おすすめなんでっていう話でカツ丼を食べました。めちゃくちゃ美味しいです。
取る。ありがとう。はい。週1やから4回一応ね一人で手配しちゃって食べに来て元気に応対してくれるし楽しくしてくれるからこちらも明るくなる。
主人聞いたら料理やったことそうなんですよ、素人だったんですよ。趣味で包丁は握る人だったんですけど、死を私と出会ったということで覚悟して結婚しました。はい。父は亡くなったんですけど、父が存命の時に修行して今に至るという感じですね。はい。実際やってみたらやっぱり自分はこういう商売に向いてるのかなという気はします。やっぱり毎日忙しいですけどやっぱり楽しいですし大好きですし、この仕事接客大好きですし、だから天職だったのかなと思ってます。うちはもう8割から9割担々麺しか出ないから何やっても。最高。めっちゃ美味しいです。はい、いらっしゃいませ。よろしく。この飲食業界入られて長いんですか？そうですね、僕ほら昔やんちゃやったから中学卒業してすぐ修行行ってもう28年目です。スープはね鶏ガラとかあともみじげんこつが入ってます。でその他にも野菜がね結構入ってますね。チャーシューの量でやっぱり美味しさ変わると思うんで、結構うちチャーシュー安く設定しててチャーシューが出るようにね。で今日も8本ぐらい入れるのかな。これ塩だれ自家製のこの甘エビの頭がたくさん入ってる。この大会すごく思い出があって、実は2015年やったかな。石川県でカラワングランプリというのが開かれて、そこで優勝して翌年に全国大会行って優勝しました。でこの時期がすごく良くて、うち1回全部なくなったの倒産してるのよ。それ復活した年にたまたまこのオファーいただいて、これは出るしかないな。そんで出ておかげさんで優勝できたんで、それが浮上するきっかけになった。昔すごい安い時代があったでしょ。何もかも、うちの担々麺を安く売れたらっていう思いで、自社工場を作っていろいろ奮闘してんけど、やっぱりその価格をすごい安くして三級屋っていう名前で全品ラーメン390円であった時代があったの。でそれで失敗して一回全部店なくしたので、180度方向転換して、おかげさんでなんとかね全国制覇できたし、今はおかげさまですごく忙しいです。
生と同じものやるとしたらあと10年かかるなと思った時に、もうお金もないし、ラーメン屋だったら今の技術でできるかなと思って、それならラーメン屋たくさん持ってやろうと思って22、3の時にまっとうに一番最初お店出したかな。でも今僕52やけど、28年おかげさんなんとかやってこれたって感じです。このエビの頭がね、うまみが出るんだよね。塩だれ。チャーハンとラージャン丼っていうやつがあって、あと普通にライスで1日でこのタッパ6つぐらい炊いたりするんで、国産使っとるんやけど、あんまり俺柔らかすぎるの好きじゃないの。少し僕はちょっとある程度肉のうまみちょっと味わってもらいたくて、少し硬めかもしれない。あと鶏肉を合わせてチャーハンの具にします。もうほとんど常連さんばっかりだもんで、夏の時期海が近いから、海入って温泉入ってでうち最後締めてくれるって方が結構いらっしゃる。昔6000円ぐらい入ったけども、今値上がりしちゃってもう1万3000円。1万3000円、倍以上になったん倍以ですか？上になってる。土日はやらないと仕込みを。なるほどね。店長お願い。はい。ラー油ももうちょいだね。もうそろそろ。この量でもう3日でなくなっちゃう。
です。チャーハン作るのって僕が教えると30分、今時計11時までにはもう完成、店11時に起こしちゃうから11時までには完成できるようにします。教えます。必ずできるようになります。なぜかというと先生がいいから、先生がいいから必ずできるようになります。プロと素人の差って何かって言ったらスピードなんですよ。プロのチャーハンを作ろうと思ったら目標は1分、料理の時間は短くで適切な油の量が入ってパラパラ成分が知らないうちに生の状態でいかにこう白いのを絡めてスピードよくほぐすかってことが大事です。そしたら僕が1回作るんで見ててください。油がこう真ん中にこう集まってくるじゃないですか。ここに卵を入れることが大事なんです。ここでゆっくり入れて真ん中にこの油の多いところで、これですぐご飯を絡めてあげる。お玉の動き、叩くで混ぜる、混ぜるので叩く、混ぜる、振るってこの3つの作業だけで、叩くときはこの P ポイント、ダマのところをこうめがけながらこう叩いてあげるわけで、振る動きはここの上に鍋をこう上げて頭を少し下げてあげる。で上下に振るだけ。叩く、混ぜる、振る。これだったら誰でも素人でもできるから叩く、混ぜる、振る。でもう7巻きが外れる時にチャーハンの具ね、ここにも調味料も全部入ってます。で最後に香り付けね、この醤油を周りこれちょっと温度上げてあげて、でこの焦がし醤油で最後はギューって混ぜて終わりで、この時も集まれ集まれしてパパッとやってからこうやってやれば誰でもできる。でチャーハンの完成です。こんな感じです。で全体に言うと左手でこうはい、真ん中にでここにすぐにご飯絡めてパカッ混ぜる、上下そうパカッ混ぜる、振る。ポイントは早く作ることと思い切ること。はい。鍋肌。はい、じゃあそれ激しく混ぜる。入れちゃう。はい。これね、もったいないからまかないでオムライスに変身させてね、みんなで食べます。じゃあそれではちょっと戦闘モードにそろそろ入りたいと思います。店オープンするんで。キングの場合こちらプラス80円となっております。キングでかしこまりました。関西ラーメンですけど何度にいたしますか？7度でかしこまりました。ライス生姜お願いします。ライスの生姜を1つ。1個入りました。はい。お願い。それ6番ね。6番7度。はい。金の7度です。
ぱ料理そんな待たないで済むし、まあ替え玉もできるから、それ6番ね、6番7度。スープお願いします。9番の7度8度。はい。担々麺7度大盛りください。担々麺7度です。次5度りゃん。お願い。これ誰かに渡せばいいから、はい、誰かに渡せ。1番9度。渡して1番9度です。はい。1番9度。それでも一緒のところ。これは。お願い。コロッケ出してリャンリャンでコロッケリャンリャン。これ持ってけ。14と16円2個ずつ。お願い。よろしく。お願い。まだ。16番持ってって一度16番。久しぶりに来たんですけど、やっぱ美味しいですね。やっぱ辛うまっていうのは一番体現できてるかな。お待たせいたしました。担々麺10度2つです。はい、ありがとう。はいどうぞ。失礼いたします。やば。辛そうですね。辛そうですね。辛くないですか。大丈夫。程よい感じ。程よいやって。17番3度4度。はい。3度じゃあ4度です。うまそう。ごちそうさまです。うん、最高。ちょうどよくて4辛さ4がちょうどよくて濃厚だね。めちゃくちゃ濃厚です。7で。7度。はい。自分9で。はい。7、9。はい。7度です。9度。食べました。ただいま。お疲れ様です。失礼します。
し。熱々やろ。めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しい。やみつきはね、毎回来とるんで、暑い日やけど食いたくなる味ですね。よろしくお願い。はい。よろしく。18番。初めて。大ライス2個よそって。17番な。はい。まあ週に1回ぐらい7度で、はい、店長おすすめで。ご飯との相性とか。最高です。もう辛くてうまいです。辛さ増しちゃいました。麺先。よろしく。7度、12番7度。はい。次7級に。麺出るよ。本当8度ね。次9度10度。お願い。よろしく。13番。もしけ。今やってる。はい。うちはもう8割から9割担々麺しか出ないから何やっても。よろしく。醤油ラーメン。はい。担々麺。鶏皿もらって。はい。今日もごちそうさまです。すいません。はい。もやしね、16番。これも一緒に持ってる。16番、同じところ。よろしく。はい。16番ね。もうごめん。崖も見て。失礼します。ラーメンなどお思いのお客様。すごいありがとう。あ、はい。これ8。はい、はい、そうです。はい。全部じゃあこれを。これピックして。19キロのエレスの。油淋鶏お待ちどうもです。そうやね。辛くて美味しかったです。今日何からぐらい？今日8から行きました。なんかちょうどいい辛さでご飯とかも進んで美味しかったです。
お願い。はい、2番8度ね。2番8度。で、20番5度。担々麺5度です。はい、すみません、こちらチャーハン大盛りです。失礼します。メイクチャーハン。さっき練習で使ったチャーハンの余りです。これリメイクです。これもう一個やめといて。ほい。手抜け。上行って。はい。めちゃくちゃ美味しいです。温度上げて卵をゆっくり入れる。で生卵をなるべく早くご飯絡める。叩く、混ぜる、頭を下げて振る、叩く、混ぜる、振る。我慢を見つけながらね。
にあ、もうそれで香りを出したけど、2秒ぐらい待って、そしたらそれでカーンと入れて。はい、こんな感じです。仕込みって夜されることが多いですか？今日はネギとか、今日は餃子とか、夜ですね。昼は大体ほらランチタイムで忙しいから、昼はほとんどやらないです。もともと出身が熊本。熊本です。そうです。何年ぐらい？もうだいぶ経ちますよ。もう20年近くあります。酒かす。味噌2種類です。お店ってなんかやられたきっかけみたいなのってあるんですか？なんかね、私このお店やる前に普通のラーメン屋さんで普通にアルバイトしてたんですよ。その流れでその時任せられとっていろんなことをやってたんですよ。なんか今やっとるようなことを。このお店も熊本ラーメン？違います。本当にそこは北海道のラーメンでなんかチェーン店だったんですけど、1、2年ぐらいのなんか約束だったんですけど、その店長さんが知り合いやったからちょっと手伝って言って、1、2年ぐらいかな思ったら10年で結局じゃあ自分でやろうかな。でまあやるなら地元の、そうそう、どうせならね。その時熊本ラーメンって本当になかったから、まあ今もはないですけどね、あんまり。
で混ぜながら沸騰してきて混ぜながらで終わりって感じ。はい。塩です。餃子は人気ですか？結構出てます。はい。一旦やります。完成です。つかめそう、大丈夫。ほら。
い。ご飯茶化しといてください。はい。豚骨と黒。ここは。失礼します。お待ちどうさまです。思ったよりあっさりして美味しいです。もらった。ありがとうございます。500円です。大盛りと以上で。はい。大盛りと普通盛りです。器厚いんで気をつけてください。間失礼します。器厚いんで気をつけてくださいと思います。以上がそれです。この熊本ラーメンっていうのは初めてです。初めてですね。美味しいですね。美味しいです。どうぞ。先あっちから行ってください。あっちから。失礼します。はい、このものから持ちしました。からお持ちします。ご飯待ち。はい、お待ちどうぞ。すみません。はい、豚骨ラーメン。はい、はい、豚骨ラーメン。はい、豚骨ラーメンとネギチャーシュー丼。はい、おにぎりです。
失礼します。すみません。お時間の明太子4つです。ネギ丼の味噌。初めて食べる。友達に聞いて、豚骨ラーメン自体が少ないんで、この辺めちゃくちゃうまいですね。はい、ありがとうございます。また少々お待ちください。いらっしゃいませ。お好きな席どうぞ。豚骨が1個なり。あっちやっといてください。1個のりです。あ、1個のり。はい、どうぞ。はい。あと明太子が切れてるのも少々ご注意くださいませ。ありがとうございました。豚骨2つ。はい、お世話様。出ますよ。一つ、3と6番のお客様、替え玉です。あと餃子待ちで。餃子待ち。はい、餃子待ち。アイス待ちですね。はい、アイス待ち、アイス待ち。すみません。どうでした？美味しかった。ここにしかない味。美味しい。美味しいよね。ここにしかない。
名前の由来もっと教えてもらってそうですね。私の名前がに「か」がつくんですよ。下の名前で純粋な豚骨ラーメンを作ってるっていうので「かすみ」です。今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。どうも、またお願いします。これは豚玉焼きです。めちゃくちゃうまいです。絶品。由来は一応徳島に、眉山っていう山が本当にあって、山の形がちょっと特徴的で、なんか人が笑ったような感じになってて、美味しいもの食べて笑顔になってほしいっていう。それいつものやつ。どれか。こうまっすぐ行ったところに椎茸のきのこの農園さんって、そこの椎茸ですね。地元の椎茸。塩しは一応そのお店の名前も使ってる眉山焼きっていうのがメインで、ちょっと広島風の、焼きそばが入った料理なんですけど、ちょっと創作で大葉入れたりとか、他にもいろいろ種類あるんですけど、そうですね、その辺が推しで、一品料理とかも結構おすすめしてますね。はい。作る。でバイトやってて、で途中から今のオーナーになってから社員になりました。
イーツですね。ティラミス。女性の方やったら結構多いですね。デザートは。横澤こんばんは。こんばんは。そしてやってこんな色。はい、マンゴージュースです。なんか温州みかんのジュース。あ、そうや。ね。山芋の。ありがとうございます。はい。一応もうできんかったミンクあったらなんか書いた大体この寒そうな寒そうや寒い大でビンゴリはい、いただきます。振らない。
仕事終わりですよ。あ、仕事終わりです。新じゃがのあれ。食べれるの。あ、でも結構。いろんなチャーハンがあると思う。いや、絶対ミスると思うわ、なんか。本当に。あれで腹がはい。A4。失礼します。失礼します。あり。意外と飲んどっても。そうなんですよ。あれなんか多分せいぜい4時5時やってる。でもほら。
失礼します。種作るからくらいです。ポテサラ山さん。ます。ピザのトンテ焼きでございます。うまそう。はい、A4 白菜焼き。こちらパルミジャーノマヨ白菜焼き。うまそう。うまそう。このジューっていうのがね欲しい。はい。ウォールの時の同じ部署やったんですよ。1枚けど下の。大工さんはA4 お願いします。します。豚ネギおろしポン酢玉です。うまそう。お好み焼きにしては結構おしゃれじゃないですか。普通の店舗より。僕はカウンターがよく多いんで、カウンターで鉄板焼き見ながらとか食べるのも楽しいですし、あとマスターと喋ったりするのも確かに仲いいんで。パリパリパリ焼きってこれで300円とか言ったら結構殺到する気がする。確かに。
は豚玉焼きです。さっきのがおろし昆布なので。失礼します。じゃあ豚玉焼きでございます。はい真ん中失礼します。あめっちゃ丸全部やな。あれだけだってね、あんまりあっちでも。卵シリーズもらって。卵好き。そうそう。そうそう、こんばんは。こんばんは。で関西のとんぺ焼きともやっぱちょっと違って、卵となんだろう結構厚めの豚肉がこのソースも絡み合ってガツガツ食べれるかなと。めちゃくちゃうまいです。絶品。はい、お願いします。失礼します。絶叫ですか？目立ちたがりな。ちょっと目立ちすぎた。つえび聞いとかんな。いやいやいや。
かこれははい、3お願いします。あっちゃー。あっちゃー。あっちゃー。あ、まこちゃんが。美味しそう。では行きます。俺の採点では最高点でよっ、ようこよっレンジしてるから、レンジの思い出。本当に大丈これは無理やろ。いつ行きます。俺もなんか体調悪かったんで、図鑑もなんかまたもらえるし。とんぺい焼きとか唐揚げとか大工さんの笑顔が素敵でまた明後日お願いします。また明後日。ありがとうございます。あ、4つですね。それで言ったのは赤ちゃんもです。もし一緒に見えてたらあれかもわからないけど、でもなんか優秀な感じ。そうだよね。それはでも任せてくれる。ざん焼きです。いたら大輝が描いちゃったって。ニット帽か服が竹か。
を使っているために何がいらっしゃいませ。
での被害を小さくするために何ができるのか改めて考え、そして備えを広げるステージにしたいと思います。我々も伝え手として発券ボタンを押してチケットを受け取り
はい、オーダーぶっかけ。あと2両ほどです。はい、お願いします。いつもカレーうどんですね。今日寝起きなんで冷たいぶっかけうどん食べますけど、冷たくて今暖かくなってきたんで美味しいですね。お部屋の方セルフになっております。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お待たせいたしました。どうぞカレーになります。はい、はい、失礼します。よく来られます？初めて。あ、そうなんですね。はい。どうでした？お味も。いや、めっちゃ美味しいです。まずお金を入れてお料理を選択。ただいま発見中です。お取りください。ペイペイやクレジット決済。はい、お待たせしました。GoToイートチケットのご利用のお客様はいらっしゃい両替いたします。
たせしました。冷たいスペシャルぶっかけです。